そうですね、かけてた、ものも大きかったですし、やっぱその試合に向けた準備をすごくしてきてたんで、かなり自信があったんですよね。よぎんなかったことはないでしょでまた負けるですか。いや、よぎんないですね。マジでアホなんで、自分を信じてるしチームを信じてるんで、会場に立った時に全く緊張しないし、俺ならできると思ってるんで。そうなんですよ、本当に万全の状態で迎えられたんで。いよいよ始まります。まさに流行相打つ最強対最強。ごめんねってバーンってやったんですけど、ごめんまたしたっていう、そういうことです。どちらが勝っても納得できる崇高なるタイトルマッチがまもなくゴングを迎えます。はい、さあいよいよ始まりました。一撃筆頭の空手王子、3大会連続出場滝沢健太の入場です。いや怖さあるんですけどね、やっぱね、試合の時にビビったら多分その先ずっと後悔すると思うんで。1年3ヶ月、大怪我を乗り越えて新生ウルカとなってのリンリンです。自分のリズムね。でも出だしから打撃の攻防になっています。打撃そんなに付け合わずに組んでくるのかなとは思ってましたけど、ファイターとして戻ってこれないんじゃないか、ビビっちゃうんじゃないかってところがあったんですけど、しっかりストライカー相手に前に出れて、一応の目で打撃でもプレッシャーかけれてたし、あの時点で自分自身には勝ってたなっていう。さあ角に入ったぞ。ここが佐々木ウルカのメインステージです。バウンドを打ち込んでいく佐々木肘、上半身下半身とも今佐々木ウルカがコントロールしています。滝沢はもう守るしかありません。こうするしかないですよ今。ウルカ選手も久しぶりの試合なので、ちょっと3ラウンド少し、入ってませんかね。はい、今見えないんですけど、入ってませんかね。滝沢の腕がどうか入っているか。どうだ、首が抜けるか。抜けた。あれがめちゃくちゃ気持ち悪くて、吐きそうで食いすぎで首全然気にしなくて、結構でもあれ入っててやべえなと思ったんですけど、佐々木ウルカ復帰戦見事判定で勝利を収めました。全力は出し切りました。めちゃくちゃ疲れました。今のままじゃダメだなと、もっといろんな戦い方ができるようなファイターにならなきゃいけないなと勉強して練習して強くなります。お疲れ様です。ありがとうございます。入れる？頭痛いですね。はい。頭痛い。あんまり頭痛かったら一回あそこで寝るから、ベッドで。ベッドに横になった瞬間にすんげえ量入ってる。そしたらすっきりしましたね。ダメージじゃない。うまかったな。俺のセリフは言えなかったな。まあよく頑張って。俺も安定になっちゃったよ。ファイターとして戻れなかったら本当にちょっとやめようかなっていうのもちょっと思ってたんですけど、もうしっかりとそのファイターで入れたんで、もう2021年もうバチバチに鍛え上げて頑張りたいです。はい。荻久保選手とやりたいです。荻久保さんやりましょう。太田忍だけではない、レスリングのエリートがここにもいる。後進の異名を持つ倉本が今日も相手を投げ飛ばす。初代タイガーマスクに見出された男、中原太陽。打っていったのは中原です。そうですね、この距離ワイプに、そして今倉本一馬の奥さんです。リオオリンピック金メダリスト東坂絵里さんが映っています。本当に格闘技が好きということで、打撃がいい感じで当たったんで、
チャンスがあればジャーマンもあったと思うんですけど、パウンドで結構いけるなと思ったんで、もう無理せずに。ここ一発二発重たい一発を放っていく倉本。さあバックから、さあここも右手左手とパンチを繰り出していく倉本。強いんですよ。ここで防げるか中原。倉本行っていいよ、こう行っていかないともったいないぞ。行っていい。下手に倉本選手も突き合わない。でもこの状態は一発二発と出ていく倉本。寝技に打ち込みたいんですけど。決まった。見事結婚してから初めての試合、白星を飾りました。本当安心してます。とりあえず、一番心配してた奥さんなんで、ほっとさせられたかなと思ってます。偉そうなことは言えないですけど、ただ最終的に僕が頂点に立つっていう気持ちでやります。次誰とやりたいんですか？次誰と？具体的にそういうのが欲しいんですよね。ちょっと高青年すぎる。堀口選手と。言い過ぎ飛びすぎ言い過ぎちょっとこれまた考えて。ダブルで組んだけど、最初1回上組んできた時にさ、うまくさばいたじゃん。あの印象は良かったの。あれがプレッシャーになって組みにくいなっていうのがあった。距離感はどうですか？井上選手の方がこれは作ってると思いますね。出てきたところでこうやって左右にかわされると小田選手はなかなか追い切れないところがある。やっぱ右ロー警戒してたんで、右に回りながらジャブついてみたいな感じの戦い方をしてました。そろそろ組んでくるかもしれないから気をつけろ。半分ね。いやでも膝抜いてなんで、ここの展開はスクランブルになるかもしれないですね。ちょうど水木さんが聞こえた？そう俺そろそろ組みに来るよって言ったんで、ちょうどそしたら来ましたね。ちょっと攻め急いだかなと思いました。取り合いになるかもしれない。そうですね。バック、これが得意です。さらに足をずらしたんで、いやでも中入りましたね。中入りましたね。入ったね。入ってるね。元谷動けない。元谷を取った。元谷から取った井上直樹。あまりにも堂々と井上直樹。呆然元谷。この形で元谷さんが逃げれないとはちょっと意外でしたね。ダメージはそんなないよね。相手のいい流れにそのまま持ってかれた感じがしました。また頑張っていくしかないんで頑張ります。タイトルマッチ、ぜひお願いしたいと思います。次お願いします。ありがとうございました。なんか質問あれば答えるんですけどそこのちょっと指導しますよ。全局面で圧倒してる。本当強い。どうすんの？強い。おめでとう。ありがとうございます。僕はもう戦前からタイトルマッチ付近にいる選手だっていうふうに思ってたんですけど、それをしっかりね、かなりいい形で証明できたんで、もう次は今日のメインの勝者とやりたいんじゃないかなっていうふうに、とんでもないことをやれる可能性を秘めた選手ですね。
賞味半年もないまとも練習してる、それででも一発目で仕上がるっていうのは思ったの？イメージがもうできてたので、大体感覚ってイメージなんですよ。自分のイメージが崩れるからその感覚が来るってあるんですけど、この感覚ってやっぱ本当になかなかない感覚だと思うんで、プロですからそれしかやってないですから。We were prepared to mix it up. We were prepared to mix things, to take him down if need be. We were planning to use kicks than just punching. You know, we were going to show more of his arsenal, more of his weapons, because he's got a lot of tools. 作戦はなんか出てくるから、それに合わせてタックルとか、まあ打撃出してその後タックルとか、まあ全部寝技に持っていくそのなんていうんですかね、プランですよね。それがプラン A ですね。でプラン B がローっていうか、そのカーフキックを蹴って、でそのままいけると思ったらいけるっていうのがプラン B で、プラン C はまあ全部混ぜる、パパ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 、デメトリアス・ジョンソンみたいなイメージです。それをやる。当日迎えた今の心境はいかがですか？いやー、楽しみです。ワクワク。すごい調子いいですね。打撃でプレッシャーをかけて、飛び込んでくるカウンター、前回当てたカウンターを狙いつつっていう感じでしたね。右合わせる。こっちだとこっちから1と。であと1ラウンドのうちに自分からテイクダウンを取って、寝技でも攻めていこうかなっていうプランでした。甲斐さんは向こうがどう来るという分析しました？あんまり、入ってこないと思ってましたね、パンチで。僕のパンチとかのカウンターでタックルとかそういうのでテイクダウンを狙ってくるだろうなっていう警戒をしてましたね。じゃあ行きますか。やっていきます。大事なの忘れてたよ。俺手詰めた時さ、左フックだけ気をつけておいて。特にサウスポーで来る可能性もある。サウスポーってやりやすいでしょ。男んだがろ。男んだがろ。男んだがろ、男たち。出てこいね。鍵やな、鍵じゃないな。出てこいよって言って笑っちゃっても。堀口恭司選手の入場です。大晦日の今宵、大復活を遂げようとしています。さあ帰ってきた、史上最強のメイドインジャパン、堀口恭司。だから自分が落ち込むっていうより本当に周りの人ですね。自分は周りの人が泣いてたりするのを見て、今に見てる大晦日ぶっ飛ばして盛り上げてやるって思った時にまた手術でやっと今年の大晦日こうやって帰ってこれて、すごい嬉しいなと。第3代ライジンバンタム級チャンピオン、革命のアウトサイダー朝倉海、いざ真の最強へ、最強の挑戦者を迎え撃ちます。本当に落ち着いてましたし、コンディションもすごく良かったんですよね。声援の大きさとかやっぱすごい、盛り上がってくれてるなっていうのは感じて、すごい嬉しかったですね。まさに最強対最強。そのリングに上がったら本当に機械的にやることをやってるやつが強いんですよ。怖さとかなく本当に冷静でいられるやつが自分は強いと思うんですよ。さあ、いよいよ始まりました。堀内のリベンジによる王座奪還か、それとも朝倉の返り討ちによる王座防衛か。Maybe calf, maybe low. いつもより全然ステップしてないんですよね。距離近いんですよ。甲斐君も出られるし、自分も出られる。まずは陣取り合戦ですよね。この陣地の取り合い、距離の設定ですよね。まずは中央堀口、ローキック、おっとバランスを崩した朝倉。まずは中央堀口、ローキック、おっとバランスを崩した朝倉。
あれも思いっきりカーフ入ってるんでちょっと盲点だったなと。 Landed the first one so solid, I knew Kai had to make like a major adjustment or he was going to be in big trouble. A tough technique. まだお互いにですね様子を見合っている形ですよね。そうですね、で甲斐選手はフェイントいっぱいフェイント使いながら少しずつ相手の最初の2発ぐらいカーフ蹴ってカットしなかったじゃないですか。それでもうこれ組まなくていけんなと思ったので、まあ、打撃でいきましたね。左から取り行こう、1回。あの距離で戦い続けるとカーフキックだけもらい続けてたんですよ。もう2発目から効いてたんですよね。お互いにカウンターが得意ということもありますので、おっとローキック、足を蹴り飛ばしていきました。いろいろ狙ってた技をいろいろ試していこうと思ってたんですけど、3発目ぐらいから足の感覚がおかしいなみたいな感じでちょっと踏み込みづらくなってきましたね。1回詰めちゃおうか。早いの早いの早いのまとめろ。そうですね、高田さん色変わってますよね。これはカットちゃんとしてるんですよ。こうやればいいだけじゃないですか。外側向けるだけですよ。ハイ君が痛かったんじゃないですかね。だからその後全く蹴ってこなかったじゃないですか。近い距離でパンチの勝負、リスクはありますけど、じゃないと勝つ術がなかったんで、だからもう距離詰めるしかないよっていう。自分が仕留めにもう行こうとしてるので、もうずっと、セコンドは絶対焦んなと。小野さんもですが今わーというふうに声を上げましたが、ワンパーです。見えてますね、これは。兄朝倉未来が名参謀として控えています。チャンピオンの朝倉海でありますが、右ちょっと効いてるよ、効いてるか。これはもう完璧効きました。このやっぱカウンターのストレートの時にやっぱ体重が前に乗るじゃないですか。その時に入ったんで足が逃げられないんで、これが効きますよね。なんか痛いっていうよりはもう、感覚がないっていうかです、踏ん張れてないっていうか力入らないなみたいな。効いてるよ、効いてるか。ローキックです。なんと堀口、そしてローキックを離して。Take your time。もう詰めていくしかないぞ。パンチで戦え。高坂さん、カーキックキーになりそうですね。そうですよね。いやもう初っ端から打ってるところ見るところは作戦ですね。はい。おっとカウンター右。俺はやったろみたいな、怪我あっても俺はできんだよみたいな、見たかこんにゃろって、来なかったら自分から行けばいいやと思ってたので、そこに自分は来たところにカウンター合わせようと思ってたんで、そしたらこう膝が来てくれたので、それにもストレート合わせて、その後にバウンドで、パンチはそんな効いてなかったです。足が踏ん張れてない。待ってもらってありがとうございます。今コロナですごい大変な時期だと思いますけど、いいことあると思うので、しっかりみんなも頑張ってください。ありがとうございました。Down, very happy. Oh yeah, I just called him. So happy. Nice captain. Worrying about sometimes what the other guys are doing. It's about worrying about what we're doing. You know, like let's implement our game and perfect it so nobody can stop it. You know, and that's the type of mindset we want to have. 動き悪すぎだろ。どうした？
入りづらかっためちゃくちゃ。カーブが効かされたね。そしてうわ最悪だ本当に。全然できなかった。何もできたな。すごかったですね。カーフキックパンチに気をつけてるじゃないですか。カウンターをずっと待ってて弟はそっちに意識してるとカーフキックまでできないっていうことなんで、堀口選手の強さなんじゃないですか。前重心に戦ったっていうのは、得策じゃなかったなっていうのは感じますけどね。攻略法で見えました？カーフの。見えましたね。もうもらわないと思いますね。触りだけ聞くとできたりする。いや、それは話さないですね、絶対。見ててほしいですね、これから。ちょっと、成長とか。ここからね、見るようにする。あれどこなんですか？怪人。こっちですね。ちょっと一瞬。すみません、ありがとうございました。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 すみません、ありがとうございました。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 ありがとうございました
すいません。さすがにリベンジします。リベンジします。ぜひお願いします。まあありがとうございますですね。本当に戦ってくれて、まあこうやって盛り上げてくれて本当ありがとうございますですね。前回の負けがあるから今があるんだよ、この嬉しさがあるんだよっていうのはちょっと思いましたけど、もう起きたことはしょうがないでしょ。だからもうね、これまでの自分を信じて、そのための努力だと思うし、そのための練習だと思うので自分は。だから何の世界でも多分成功するには自分を信じるのが一番早いですよね。前回は負けた時に朝倉選手はもう一回やりたい、堀部さんはどう思いますか？今一緒いっぱいですが。でも3回目ってどうなんですか？盛り上がりますよ。いや、やりたいですね、もう一回。そう言われる自分も悪いんで、受けてもらえる状況まで僕が作っていくしかないのかなっていうのはありますし、すぐやりたくないっていうならもう引き継いだそうかなと思いますね。まだスタートラインにも自分のそのストーリーの中では立ててないので、まだ1個取り返しただけなので、まあ、それを取り返して、まあ、その先に行きたいなっていう。ベラトールのベルトを返したものを返してもらう、海外で試合もやって、まあ、日本でもやってっていう、まあ、もっともっと格闘技を本当に盛り上げていきたいなっていうのがありますね。5年経ってこんなに変わるかっていうぐらい変わって、まあ、そこで一番の起爆剤になったのは堀内競技だし、普通の格闘家が成し遂げないようなことをいとも簡単に成し遂げたわけなんで、もう一回ベラトールのベルトも巻くべきだし、もちろんライジンバンタム級のチャンピオンとしてタイトルマッチもやってもらいたいし、その先にまた外国勢も入れたグランプリっていうのもあるのかなと思うけど。この試合、二平さんが見てたら何点だと言われてます？二平さんはめっちゃ嬉しがると思うんですけど、100点は絶対ないです。もうちょっといけたら早くみたいな拝みにやってやりやしたと、そういうのを報告しましたね。ありがとうございました。堀部さん、本当に弱いところ見せないところあると思うんですよ。男は弱いとこ見せちゃダメですよって自分は教わってきました。まあ二平さんだったりとかキッドさんだったりとか